こんにちは、まやです。本日はカイラムオーディオから出ているフラックスミニの操作方法2基本編をお伝えします。プラグイン初回起動時はライセンスキーの入力が求められます。ライセンスキーはカイラムオーディオのサイトのライセンシーズページに表示されます。詳しくは1登録プラグインの導入手順編をご覧ください。概要欄にリンクがありますのでご確認いただいてからこの動画を見ていただくことをお勧めします。この動画ではリノイズという DAW を使って説明していきます。皆様はお手持ちの DAW を使ってフラックスミニを操作してみてくださいね。ここでリノイズについて軽く紹介します。リノイズは珍しい構造作曲アプローチで制作を行えるトラッカータイプの DAW ソフトです。キューベースタイプのようなピアノロール型とは大きく違い、縦軸に指示検査が流れ、入力された打ち込みが再生されるタイプの DAW ソフトです。リノイズは2022年2月14日時点$75、日本円にして9000円弱で買い切りで購入できます。リノイズは頻繁なアップデートはありますが、無料で更新でき、私は5年以上追加料金を払ったことはありません。なのでコスパ最強の DAW と言えます。また、一つのライセンスにつき、その人個人が利用するのであれば、物理的なキーライセンサーを使用せずに、複数台の PC にインストールをしての利用ができます。主にこのチャンネルでは、リノイズを使った初歩からの楽曲制作を解説しています。気になる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。もしこの動画が少しでも役に立ったよって方は、いいねボタンをポチってください。なるべくわかりやすく説明をしようと思いますが、もし質問等がありましたらコメント欄までお願いいたします。では本編へ、レッツラゴー。1、楽曲のロード。フラックスミニの読み込み認証。2、フラックスミニの概要。3、エンベロープ画面。4、3つの効果の切り替えボタン。5、共通のノブ、シンク。6、共通のノブ、ミックス。7、共通のノブ、レゾナンス。8、メニューバー。この順で解説していきます。1、楽曲のロード。フラックスミニの読み込み、認証。それでは DAW を立ち上げます。次に今回プラグインのデモで使用する楽曲のソングプロジェクトを読み込みます。まず最初にプロジェクトの楽曲を先頭から聴いてみましょう。このようにメロウな雰囲気のサウンドが特徴的な楽曲となっています。ではこの楽曲の最後の出音を管理するマスタートラックにカイラムオーディオフラックスミニのエフェクトを挿入します。Windows の方なら VST、AAX でフラックスミニを読み込みます。Mac の方なら VST、AU、AAX でフラックスミニを読み込みます。次にリノイズではフラックスミニをエクスターナルエディター、外部エディターでこのエフェクターの編集パネルを開く必要があります。他の DAW をお持ちの方で自動的にフラックスミニのウィンドウが表示された場合、初回起動時には次のようにエンターライセンスキーとライセンス認証に必要なライセンスキーの入力を求められます。ここでは1、登録プラグインの導入手順編の動画で紹介したライセンシーズのページのフラックスミニのライセンスキーを入力し認証させる必要があります。このようにライセンスキーを入力し終えたらアクセプトを押し次の工程へ進みましょう。2、フラックスミニの概要。まずフラックスミニの概要について説明します。こちらのフラックスミニの画面を見てください。フラックスミニはとてもシンプルな構造をしたレイアウトで、画面内左側にはグラフで描画できる LFO の描画パネルがあります。画面内右側にはフラックスミニのロゴがあり、その下には3つの効果の切り替えボタンと、それぞれの効果に対する調節ノブが3つあります。次項ではより詳しく1つずつの機能を掘り下げて解説しますが、まずは簡単にエフェクトがどのように楽曲に効果をもたらすのか最初に再現をします。現在楽曲のマスタートラックにこのエフェクトが配置され、出る音すべてに対してこのエフェクトの効果がかかります。では実際に楽曲を流しながら効果を加えてみますので、変化を感じながらお楽しみください。
このようにまるで楽曲が跳ね飛ぶように音量が変化し、さらには低域、高域の両方がフィルターによって削られ、まるでふにゃふにゃした、もしくは水中で音が弾けてるかのような効果が再現できます。では一つずつ解説していきます。3、それぞれの機能の具体的な解説。エンベロープ画面。左側のエンベロープ画面では、その音に対して繰り返される効果の幅が表示され、時間軸でエンベロープを設定することにより、様々な音の表現が可能となります。初期状態ではエンベロープ左下と中央にピンクのポイントがあります。左下のポイントは上下のみに動きます。中央のポイントは先ほどの左下のポイントの上下の制約を受けずに、エンベロープ内を自由に移動できます。また中央のポイントの左右どちらかの線上をダブルクリックすることでポイントを追加生成でき、より細かく LFO のエンベロープを書くことが可能となります。一旦解説のためプラグインのメニューバーからデフォルトの状態に戻します。次に2つのピンクのポイントの線上の間に挟まれている白抜きのポイント、こちらはカーソルで移動することにより白色のポイントに変化し、2つのピンク色のポイントを結ぶ傾斜のカーブ具合をお好みで設定できます。実際にやってみましょう。これにより音の変化をより精密かつ直感的に変更できます。ではここまでで一度自由なグラフを書いた状態で楽曲を再生してみましょう。このようにいくらでもポイントを追加でき、複雑な LFO の描画が可能となります。そしてピンク色のポイントはダブルクリックをすることによってこのように削除をすることが可能なので覚えておいてください。4、それぞれの機能の具体的な解説。右画面。3つの効果の切り替えボタン。画面右側のフラックスミニのロゴマークの直下にある3つのタイプの切り替えボタンを紹介します。まずアンプです。これはこのエフェクターでボリュームに対し効果をかけるための切り替えボタンの一つです。次にローパスフィルターです。こちらはこのエフェクターでローパスフィルター、すなわち低音域のみを通過させる効果が得られる切り替えボタンの一つです。次にハイパスフィルターです。こちらはこのエフェクターでハイパスフィルター、すなわち高音域のみを通過させる効果が得られる切り替えボタンの一つです。このプラグインを使用中はこの3つのいずれかを常に選択された状態で効果がかかっています。5、それぞれの機能の具体的な解説。右画面、共通のノブ、シンク。そしてそれぞれの効果に対してさらに細かい変化をもたらすにはこの3つの切り替えボタンの下の3つのノブを使用し調節を行います。まずシンクですが、これはホストとなるダウンに設定された現在の BPM と連動しどのくらいの時間の長さで繰り返し効果がかかるのかを設定します。例えば8分の1とデフォルトでは設定されていますが、この設定では1小節分の8分音符ごとに繰り返し効果が適用されます。少しノブを変更してみましょう。4分の1では1小節分の四分音符ごとに繰り返し効果が適用されます。ここではこの2つの違いをより分かりやすく解説するため、一度先ほどまでのソングプロジェクトを離脱し、独自にキックが4つ打ちで入力されているソングプロジェクトを開きました。同じくマスタートラックにフラックスミニが挿入されています。ではこのソングプロジェクトで一度再生を行います。
エフェクトをアクティブにします。このように8分の1では8分音符分のキックの波形が左のグラフの背景に薄く繰り返し表示されています。ここで4分の1に変更を行い確認をします。すると四分音符分の時間の流れとして波形が表示されました。このように現在効果がかかっているシリケンサーのタイムラインの長さ分をシンクのノブで設定するということですね。ではこの要領を使い1分の1すなわち1に設定してみるとどうなるのでしょうか。答えは実際に再生してみてグラフに描画される繰り返されるまでの音の長さで確認してみましょう。そうです。ここでは1小節分を指定できます。ですので1小節分に効果をかけたい場合や8分音符分、4分音符分、または様々な音の長さの解像度に効果をかけたい場合にこのシンクのノブで設定は必要不可欠となります。6、それぞれの機能の具体的な解説。右画面、共通のノブ、ミックス。それでは先ほどのソングプロジェクトに戻りました。次にレゾナンスに触れる前にミックスについて説明します。ミックスではその名の通り、どのくらいこのエフェクト全体の効果を適用するのか指定するノブです。このノブは 0% から 100% の値の幅が指定でき、ノブをカーソルを用いて下に振り切ると全くエフェクトの効果がかからない状態になります。逆に 100% に振り切ると出音に対して効果が全面に適用されます。この値を 50% にしてみることにしましょう。すると、エフェクトの効果によって生み出された音が半分適用され、元の音が半分残って適用されます。すなわち、このミックスのパーセンテージを変更することで、エフェクトの適用分を調節するノブとなります。7、それぞれの機能の具体的な解説、右画面、共通のノブ、レゾナンス。レゾナンスノブは LPF ボタンとHPF ボタンのみで適用可能です。では、3つの切り替えボタンからまずは LPF を選択しましょう。こちらはローパスフィルターといい低音域のみを通過させる。なおかつ設定した LFO のエンベロープと兼ね合わせて使用することで低音域のみの通過の具合を時間軸で変化させます。まずは現在の楽曲で効果を再確認してみましょう。シンクとミックスは先ほどまでのアンプの項目と同様の役割を持ちます。このレゾナンスの値を変化させることにより LPF、HPF における特定の周波数帯を尖らせたり平坦にしたりという効果を調節できます。実際に効果をノブを使用して確かめてみましょう。この場合の LPF では低音域のみを通しているフィルターのレゾナンスの値を上げることでより音の尖り具合が鋭くなっていることがわかります。以上の要領で次に HPF を見ていきましょう。こちらはハイパスフィルターといい高音域のみを通過させる。なおかつ設定した LFO のエンベロープと兼ね合わせて使用することで高音域のみの通過の具合を時間軸で変化させます。実際に効果の特徴がどのようなものなのか音の変化を聞きながら確認してみましょう。
このように低音域がカットされ、フィルターのレゾナンスの値を上げることにより、音の尖り具合が鋭くなっていることがわかります。各ノブの下の表示はダブルクリックをすることにより、数値を直接入力することもできますので、覚えておいてくださいね。8、それぞれの機能の具体的な解説。メニューバー。メニューバーはプラグインの画面上部に位置します。左横から順に、右でのアクションメニュー、プリセットメニュー、グリッドスナップのオンオフメニュー、ビジュアライザーのオンオフメニュー。1の右でのアクションメニューについては応用編で詳しくお伝えしますので、2から4のメニューを順番に見ていきましょう。2番目のプリセットメニューでは疑似的なサイドチェーンを再現できるプリセットやワウワウペダルのようなフィルターエフェクトのプリセットが入っています。約20種類のプリセットが用意されているので、まずはいろいろ試して出音の違いを比べて遊んでみてください。両側のボタンでそれぞれのプリセットを順に切り替えることができます。次に実際にオリジナルプリセットを作ってみます。作成した前オリジナルのプリセットをここでオリジナルと名前を付けて保存ボタンを押してみましょう。するとプリセットのドロップダウンメニューからユーザーフォルダに作成したオリジナルのプリセットが保存されました。今度は作成したこのオリジナルプリセットを削除してみましょう。オリジナルプリセットを読み込んだ状態でこちらのゴミ箱のアイコンをクリック。すると Deleted とプリセットの表記が変わり、オリジナルのプリセットが削除されたことがわかります。では次にグリッドスナップについて見ていきます。グリッドスナップではマス目の交差点上だけにポイントを置くことができる機能です。より精密にリズムバランスに合わせて配置する場合に便利です。ここでグリッドスナップをオンにして確認してみましょう。このように線上の十字に交わる位置に的確にポイントが配置されました。次にビジュアライザーの項目です。ビジュアライザーは画面左のグラフの背景に描写される波形の表示、非表示を切り替えるボタンです。実際にボタンをオフにして波形を非表示にしてみましょう。このように波形が表示されなくなりました。この機能はグラフの背景の波形の情報が不要な場合に活用できます。説明は以上となりますが、いかがでしたでしょうか。今回紹介したのはカイラムオーディオからフラックスミニの基本編でした。基本編をなんとなく理解できましたでしょうか。次回応用編ではこのプラグインのそれぞれの効果を組み合わせて最大級に発揮させる方法をお伝えします。それではお楽しみに。Good sound for you. チャオ。